年下の女性があなたに好意を持っているとき、実はあなたの前でだけある変化が起きています。それも周りの誰も気づかない、本人すら自覚していないような小さな変化です。多くの男性は年下の女性に優しくされても、若い子は愛想がいいから誰にでもこうだろうと思って流してしまいます。でも女性の愛想と好意は全く別のものです。年下の女性が興味のない年上の男性に見せるのは、あくまで社交としての笑顔です。感じよく対応はするけれど、それ以上踏み込んで関係を深めようとはしない。会話も当たり障りのない内容で完結させます。好意がある男性に対してはそうはいきません。社交の範囲で終わらせるつもりなのに、自分でも気づかないうちにもう一歩踏み込んでしまう。話しかける回数が増えたり、話す時の表情が柔らかくなったり、本人は隠しているつもりでも感情は必ずどこかに漏れ出します。つまりあなたの前でだけ何か違うなら、それはすでに特別扱いが始まっているということです。あなたに足りないものがあるのではなく、あなたがすでに持っている魅力に彼女が反応しているんです。ただ、多くの男性はこの変化に気づきません。なぜなら、その変化は劇的なものではないからです。好きだと直接言ってくるわけでもないし、誰が見てもわかるほど態度が変わるわけでもない。むしろ、ほんの小さな、さりげない部分に本音が出ます。今日は、年下の女性が好きな年上男性の前でだけ見せる5つの変化をお伝えします。どれも派手なサインではないので、知らなければ見落とします。特に5つ目は、多くの男性が気づかないまま素通りしてしまうサインです。ぜひ最後まで見てください。その前に、もしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、大人の男性が女性と良い関係を築くためのヒントを、女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ、新しい動画を見逃すこともありませんよ。その1、連絡のリズム。年下の女性が好意を持つと、まず変わるのが連絡のリズムです。ただし、返信が早くなるとかスタンプが増えるとか、そういうわかりやすい変化ではありません。注目すべきは、自分から連絡を始める頻度です。年下の女性にとって、年上の男性に自分から連絡するのは実はかなりハードルが高い行動です。なぜかというと、忙しいところに迷惑じゃないか、軽い女だと思われないか、そもそもこんな連絡して変に思われないか、いろいろな不安がよぎるからです。年上の男性に対しては特に失礼にならないように気を使う意識が働きます。だから本来であれば、用がなければ自分からは連絡しません。それでも連絡してくるということは、その不安を超えてでもあなたとつながっていたいという気持ちがあるということです。不安よりもあなたへの気持ちの方が強い。だから指が動く。特に注目してほしいのは、要件のない連絡です。今日あった出来事を報告してきたり、テレビで見た話題からあなたを思い出して送ってきたり、美味しいものを食べた時に写真を送ってきたり、面白い動画を共有してきたり、これはあなたが彼女の日常の中に入り込んでいる証拠です。何気ない瞬間にあなたが頭に浮かんでいるから、その気持ちを共有したくなる。好意がなければ、わざわざそんなことはしません。楽しいことがあった時に真っ先にあなたに伝えたくなる。それは、あなたがすでに彼女の日常の一部になりつつあるということです。さらに、連絡の時間帯にも気持ちは現れます。夜、一人の時間にふと送ってくる連絡。これは仕事モードが解けてプライベートの気持ちが出やすい時間帯です。義務的な連絡なら業務時間内で済ませます。夜にあえて送ってくるのは、あなたのことを考える時間が1日の終わりにあるということです。もう一つ見てほしいのは、連絡が途切れた後の再会パターンです。好意がある相手には、しばらく連絡が空いても自分から再会します。間が空いたことが気になるから、またつながりたくなる。数日連絡しなかっただけで、ふと気になって連絡してくる。これは相手の存在が頭から離れていない証拠です。逆に、こちらから送らないと会話が始まらない。返信は来るけれど会話が広がらずに数往復で終わる。これは丁寧に、でも確実に距離を保っている状態です。連絡のやり取りは中身だけでなく、どちらが起点になっているかを見てください。彼女が自分から始めた連絡の数、それがそのまま、あなたへの好意の温度です。ここ1ヶ月くらいのやり取りを思い返してみてください。
彼女の方から始まった会話がどれくらいあったか。その数が多ければ多いほど、あなたへの意識は高いです。その2、質問の深さ。好意が生まれると、あなたへの質問の質が変わります。普通の関係なら、お仕事忙しいですかとか、週末は何してるんですかとか、当たり障りのない質問で終わります。それ以上踏み込む必要がないからです。聞いたところで関係が深まるわけでもないし、相手もそこまで求めていない。だから表面的な質問をして、表面的な答えをもらって、それで会話は成立します。でも好意がある相手には、もっと奥に入りたくなります。どうしてその仕事を選んだのか。昔からそういう考えだったのか。趣味を始めたきっかけは何だったのか。仕事で一番大変だった時期はいつだったのか。こういった質問が増えてきたら、あなたの表面ではなく中身を知りたがっているということです。なぜ質問が変わるのか。それは、相手との心理的な距離を縮めたいという欲求が生まれるからです。表面的な情報ではもう満足できない。もっと深いところを知りたい。もっと近づきたい。これは無意識に起きていることが多く、本人も気づかないうちに質問が深くなっていきます。質問する立場にとっても、踏み込んだ質問をするのはリスクがあります。失礼にならないか、重いと思われないか、距離感を間違えていないか。年下の女性が年上の男性に対してそのリスクを冒すのは、それだけの理由があるからです。好きでなければ、わざわざそのリスクを取りません。さらに言うと、年下の女性が年上の男性に踏み込んだ質問をするのは、あなたの経験や考えに価値を感じているからです。あなたが積み重ねてきた時間に敬意がある。だから聞きたい。これは好意と尊敬が同時に存在している状態で、年下女性の恋愛感情の入り口としては一番自然な形です。そして、もう一つ注目すべきポイントがあります。質問に対してあなたが答えたとき、彼女がどう反応するかです。ただ聞いて終わりではなく、そこからさらに掘り下げてくる。あなたの答えに対して自分の考えや経験を重ねてくる。これは会話を通じてあなたとの共通点や共感できる部分を探している状態です。単なる好奇心とは深さが違います。ここで大事なのは、質問の数ではなく深さです。たくさん質問してくる女性は社交的なだけの場合もあります。でも、あなたの価値観や過去の経験に触れてくる質問は、あなたという人間を理解したいという明確な行為です。そしてもう一つ、踏み込んだ質問をしてくる女性に対して、あなたが丁寧に答えてあげること自体が、実は関係を進める力になります。あなたが自分の経験や考えを素直に話してくれた。その体験が彼女の中で特別な記憶になり、あなたへの好意をさらに深めていきます。ちなみに、あなたが最近年下の女性からされた質問で、ちょっと踏み込んでるなと感じたものはありますか？もしあったなら、今日の話を思い出してみてください。その3、記憶力の偏り。好きな相手の話は、驚くほど細かく覚えています。前にこの店が好きだと言っていた話を覚えていたり、コーヒーの好みを把握していたり、何週間も前に一度だけ話した些細なエピソードを正確に覚えていたり、こういう現象が起きたら、それはかなり強いサインです。なぜこんなことが起きるのか。好意のある相手の話を聞いているとき、自然と注意力が上がります。意識していなくても、気になる相手の言葉には集中してしまう。その結果、興味のない相手の話は右から左に流れるのに、あなたの話だけはしっかり記憶に残る。これは意図してやっていることではなく、行為が注意力を引き上げ、記憶に変わっているんです。だから、あなたの何気ない一言を覚えているということは、その瞬間にあなたへの感情が動いていたということです。本人すら自覚していない場合もあります。好きだから覚えようとしているのではなく、好きだから勝手に覚えてしまう。努力ではなく感情が記憶を動かしている。これが記憶力の偏りの正体です。逆に考えてみてください。あなた自身も、興味のない人の話をそこまで正確に覚えているでしょうか？先週の会議で隣にいた人がランチに何を食べたか、覚えていますか？多分覚えていないですよね。仕事上の必要な情報は別として、プライベートの何気ない話を何週間も覚えているのは、そこに感情が乗っているからです。記憶は嘘をつけません。覚えているということ自体が感情の証拠なんです。ただし、ここで一つ注意が必要です。
仕事ができる女性は業務上の情報をよく覚えていることもあります。会議で話した内容や業務上の約束を正確に覚えているのは、能力の高さであって行為のサインとは限りません。見るべきは、仕事と関係のないプライベートな情報を覚えているかどうかです。あなたの趣味、好きな食べ物、以前話した些細なエピソード、こういうものを覚えていたら、あなたはその女性の中で特別な位置にいます。さらに注目したいのは、記憶の次の段階です。覚えているだけでなく、それを生かした行動が出てくると確信度は一気に上がります。あなたが好きだと言っていた店の情報をわざわざ調べて送ってくるとか、あなたの趣味に関連する話題を自分から振ってくるとか、これは記憶を行動に変えている段階です。自分の時間と労力を使ってまであなたの好みに応えようとしている。これはもはや好意を隠しきれていない状態です。その4、予定の優先順位。あなたとの予定を優先し始めます。これは言葉より正直なサインです。年下の女性は基本的に交友関係が広く、予定も詰まっています。友人との約束、趣味の時間、自分磨きの時間、一人で過ごしたい休日、やりたいことが多いからこそ、時間の使い方には明確な優先順位があります。その中であなたとの時間を確保するということは、あなたの優先順位が上がっているということです。具体的には、誘った時の反応でわかります。即答で乗ってくるか、その日は難しいけれど別の日ならと代案を出してくるか、好意がある相手に対しては、何とかして会う方法を探します。断る場合でも、別の候補実を自分から出してくる。これは予定が合わなかったことを本気で残念に思っている証拠です。会いたいという気持ちが行動になっている。ここで知っておいてほしいのは、年下の女性は自分から年上の男性を誘うのが苦手だということです。だから、あなたから誘った時の反応に本音が出ます。誘い自体を待っていた。でも自分からは言い出せなかった。そういう女性は、あなたの誘いに対して驚くほどスムーズに応じてきます。逆に、いいですねと言いながら具体的な日程が決まらないまま流れる。また誘ってくださいと言いつつ自分からは動かない。これは社交辞令です。言葉では肯定しつつ、行動では距離を保っている。ここを見誤ると、脈ありだと思い込んでしまいます。女性は断ることが苦手な人も多いので、言葉の肯定だけを信じると判断を間違えます。言葉と行動が一致しているかどうか、これが判断の基準です。もう一つ注目してほしいのは、あなたとの約束のために他の予定を調整しているかどうかです。友人との予定をずらしてまであなたとの時間を作る。休日の計画を変更してまで都合を合わせてくる。ここまで来ると、行動が全てを語っています。年下の女性にとって、年上の男性のために自分のスケジュールを調整するのは、かなり大きな決断です。なぜなら、そうすることで自分の中の気持ちを認めることになるからです。ただの先輩、ただの知り合いのためにそこまではしません。予定の動かし方は、言葉よりもずっと正直に気持ちを映し出します。そしてもう一つ、あなたとの予定が近づいた時、彼女のテンションが上がっているかどうかも見てください。楽しみにしていることが態度に出ている。当日の服装や身だしなみにいつも以上に力が入っている。これは、あなたとの時間を特別なものとして捉えている証拠です。その後、甘えと強がりの波。最後のサインは少し複雑です。そして、多くの男性が一番見逃しやすいサインでもあります。好意を持った年下の女性は、甘えと強がりを交互に見せるようになります。普段はしっかりしているのに、あなたの前ではちょっと弱い部分を見せてくる。最近仕事がきつくて、と本音をこぼす。でもその直後に、まあ大丈夫なんですけどね、と急にいつもの調子に戻る。この揺れが、好意のサインです。なぜこうなるかというと、年下の女性の中で2つの感情がぶつかっているからです。一つは、この人にはありのままを見せたいという安心感。もう一つは、頼りない女だと思われたくないというプライド。好きな相手だからこそ、良い自分を見せたい。でも好きな相手だからこそ、ありのままでいたい。この2つが同時に存在するから、甘えたかと思えば急にしっかりした態度に戻るという波が生まれます。年下の女性にとって、年上の男性に弱さを見せるのは特にハードルが高い行動です。しっかりした女性だと思われたい。対等に見てもらいたいという意識があるからです。
それでも見せてしまうのは、あなたのそばにいると心の壁が緩んでしまうから。安心感が警戒心を上回った瞬間に本音がこぼれるんです。どうでもいい相手にはこの波は起きません。常にフラットな対応で終わります。丁寧だけれど踏み込まない、一定の距離感を維持した接し方。それが興味のない相手への態度です。感情が揺れないから態度も揺れない。好きだからこそ見せたい自分と守りたい自分の間で揺れるんです。そしてこの揺れは本人にもコントロールが難しい。だから素直になったり急に壁を作ったり、一見すると矛盾した態度に見えます。でもそれは矛盾ではなく、好意があるからこそ起きる自然な反応です。この波に気づいた時、男性がやりがちな失敗が2つあります。1つは甘えてきた瞬間に一気に距離を詰めてしまうこと。もう1つは強がりに戻った時に脈なしだと判断して引いてしまうこと。どちらも彼女の揺れを一面的にしか見ていないから起きるミスです。弱い部分を見せてきた時は静かに受け止める。強がっている時はそのまま尊重する。大事なのは、どちらの状態が本当のあの子なんだろうと悩まないことです。どちらも本当の彼女です。甘えている自分もしっかりしている自分も、どちらも出せる相手。それがあなたなんです。どちらの自分も安心して出せる男性だと分かった時、彼女の中であなたの存在はさらに大きくなります。あなたのそばにいる年下の女性で、こういう態度の波を感じた経験はありますか？もし思い当たる女性がいるなら、それは彼女があなたに心を開きかけている証拠です。まとめ。今日は、年下の女性が好きな年上男性の前でだけ見せる5つの変化についてお伝えしました。1つ目は連絡のリズム。自分から連絡を始める頻度に好意が現れます。2つ目は質問の深さ。あなたの価値観や内面に踏み込んできます。3つ目は記憶力の偏り。あなたの何気ない言葉を驚くほど覚えています。4つ目は予定の優先順位。あなたとの時間を確保しようと行動で示します。そして5つ目は甘えと強がりの波。安心感とプライドの間で揺れる姿が現れます。一つだけで判断するのは早いです。でも、ここで挙げた変化が3つ以上重なっているなら、その女性はあなたをただの年上の男性としてではなく、一人の男性として意識しています。しかも、これらの変化は本人が意図してやっていることではありません。好意があるから自然と現れてしまう。だからこそ信頼できるサインなんです。ここからが大事です。これらのサインに気づいたとき、焦らないでください。急に態度を変えたり距離を詰めたりすると、せっかく彼女が見せてくれた好意の目を潰してしまいます。今まで通りの自然体でもほんの少しだけ彼女の変化に応えてあげてください。彼女が送ってきた連絡に丁寧に返す。覚えていてくれたことに感謝する。甘えてきた時に受け止める。それだけで十分です。あなたが気づいていることが伝わるだけで、彼女は安心します。女性の好意は気づいてもらえないまま消えてしまうことがあります。せっかくサインを出しているのに、相手が受け取ってくれない。それが続くと、女性は静かに気持ちを引っ込めてしまいます。だからこそ、今日お話しした5つの変化を知っておくことには大きな意味があります。そしてもう一つ、あなたがこの動画をここまで真剣に見ているということ自体が、相手の気持ちを大切にしたいという姿勢の表れです。女性の気持ちに真剣に向き合おうとするその誠実さは、年下の女性にとって一番の魅力になります。この動画が参考になったと感じたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。これからも、大人の男性が女性と良い関係を築くためのヒントを女性目線でお伝えしていきます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。